皆さんこんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？私は最近インサイドヘッド2という映画を見てきました。この英語のタイトルは Inside Out 2 です。なんで日本語のタイトルは Inside Out じゃなくて Inside Head なのかなってちょっと思ったんですけど、それは置いといて、この映画を見ていろんな感情表現の単語を知っとくのってとっても大事だなと思ったので、今回はいろんな感情に関する単語とかフレーズをご紹介できればなと思います。日本語には喜怒哀楽という四字熟語があります。四字熟語っていうのは4つの漢字からなる言葉です。この喜怒哀楽という言葉は私たち人間が持っているいろんな感情を表した言葉です。喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、この4つの感情です。今日はこれをベースにいろんな単語とかフレーズをシェアしていきたいと思います。まずは喜びの感情からです。これは喜怒哀楽の最初の喜という文字です。これは嬉しいとか幸せとかハッピーみたいな、そういったポジティブな感情、いいことがあった時に使える単語です。例えば久しぶりに友達に会えて嬉しかったとか、仕事で大きなプロジェクトが成功したから今とっても嬉しいだったり、幸せとか、こんな感じで幸せっていうのはこういったポジティブなこと、ハッピーなことが起こった時に使える単語になります。次は怒りです。これは喜怒哀楽の動にあたる部分になります。怒りは例えばストレスが溜まっていてイライラしているとき、何か嫌なことがあったり、誰かに嫌なことを言われてしまったり、そういった時に出てくる感情かなと思います。どのように使えるかというと、例えば仕事でミスをして上司に怒られたとか、学校であの先生はいつも怒っているとか、誰かに対して使うときはあの人本当に怒りっぽい人だよねとか、あの人本当にすぐ怒るよねみたいな感じに使えるかなと思います。これは決してポジティブな表現ではないですよね。人間なので誰しもその怒りとかムカつくみたいな感情が湧いてきたり、そういったものがあるのは当然だと思うんですけど、それをすぐ外に出してしまう、それを表現してしまう、怒ってしまうっていうのはあんまり良くないかなと私は思います。怒ることで自分だけではなくて周りにもネガティブなそういった雰囲気を与えてしまうと思うので、怒りという感情を抱くのは全然普通のことだと思うんですけど、それがコントロールできるようになったらいいなと思います。例えばムカつくとかイライラするっていうのはよく聞く表現ではあるかなと思うんですが、頻繁に自分では使わない方がいいというか、使わないようにできた方がいいよねと思います。次は悲しみです。喜怒哀楽の愛にあたる部分です。悲しいという言葉は日常では個人的にはあまり使わないかなと思います。使うシーンは例えば誰か大切な人が亡くなってしまった時、誰々が亡くなってとっても悲しいとかっていう風に使えるかなと思います。これは、心が痛んだりもう泣いてしまうようなそういった感情になります。なので日常ではない方がいいよねという感情かなと思います。そして例えばそういった似たようなことだと悔しいとか、寂しいとか、そういったものはよく聞くかなと思います。悔しいっていうのは例えば昨日サッカーの試合に負けてとても悔しいとか、寂しいは
例えば親友が留学して日本からいなくなってしまったので、今とても寂しいとか、そういった感じで使えるかなと思います。次に4つ目が楽しいです。これは喜怒哀楽の楽にあたる部分です。楽しいは普段からよく使う言葉かなと思います。そしてよく耳にする単語でもあるかなと思います。例えば、この前行った日本旅行がすごく楽しかったとか、あとは昨日友達と買い物に行ってそれがとても楽しかったとか、あとは最近日本語がわかるようになってきて日本語の授業がとても楽しいとか、こんな感じでたくさん使える場面があるかなと思います。この楽しいが増えるような生活だったり思い出とかを、私は作っていきたいなと思います。もちろん生きていて悲しいが多いよりは楽しいが多い方が絶対にいいですよね。なのでそういった風にできればなと思っています。また感情的な人、感情の動きが激しい人のことを喜怒哀楽が激しいという風に言うことができます。例えば、私の同僚は喜怒哀楽が激しくて一緒にいて疲れるとか、こんな感じで使えます。逆に感情をあまり表現しない人は喜怒哀楽に乏しいというふうに使うことができます。例えば、あの人は喜怒哀楽に乏しくて何を考えているかわからない、こんなふうに使うことができます。でもこの喜怒哀楽という言葉を使う場合はあまりいい意味で使われることがないので、場面とか誰に対して言うかとかは気をつけた方がいいと思います。今回は感情、喜怒哀楽についてお話ししました。皆さんは最近何か楽しかったことだったり嬉しかったことなどありますか？もしよろしければぜひコメントでシェアしてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。